皆さん Hello。 実はですね、この数ヶ月間ずっとピースフルクイジーンのオリジナルのエプロンを作っておりまして、でそれがやっと完成しまして、で販売するサイトの準備も整ったので、概要のところにリンク貼っておきますので、気になった方はチェックしてみてください。では嘘です。ちゃんと説明します。でね、説明できるところがいっぱいあるので、この前これをいろいろコーディネートしてくれた方と、これを実際に制作してくれた方を呼んで、動画撮ってもらったので、その様子ご覧ください。自己紹介お願いします。はい。今回ですね、ちょっと高島さんにお声掛けをさせていただいて、一緒に商品を今作らさせていただいている金と言います。よろしくお願いします。また後で紹介しますが、タオルのブランドシングファブリックスというブランドをやっております天地と申します。よろしくお願いします。今回、そのシングファブリックスさんという、タオル地のお洋服を作られているブランドさんと、タオル地のエプロンを作ろうということになったんですけども、はい、シングファブリックスさんは、いつ頃立ち上がったブランド？会社自体は2015年の8月に立ち上げまして、今3年弱ぐらいです。はい。タオル地で、はい、タオル地はどこで作られてるの？愛媛県の今治市の方で、作っておりまして、もともと始めたきっかけっていうのが、私ともう一人2人藤原という人間がいるんですけど、タオルで洋服を作ってみたいなというところから始まりまして、タオルって非常に弱い素材で、JIS規格が定める外に着ていける基準っていうのをちょっと満たせない素材ではあるんですけど、それを約2年間ぐらいかけて地元の工場さんの方にご協力いただいて、新しく素材を開発しました。じゃあそのまま、はい、今治とかで作られているタオル地を洋服にすることは、そうですね、ルームウェアとしては大丈夫なんですけど、外に着ていくにはちょっとJIS規格が定める基準には満たせられなくて、それを今回長い年月かけて認可を受けてブランドとして、そうですね、20回ぐらいちょっと試験の方も出しますね。20回また落ちたっていうのを繰り返して、最後ようやくいろいろ料理と一緒なんですけど、ちょっとしたレシピみたいでして、なんかちょっと工夫で外に着ていける基準っていうのを満たせられる素材を開発しました。それがこれですね。すごい、着心地よさそうですね。今回作っているエプロンのサンプルが上がってきてると思うんですけど、ファーストサンプルですが、2パターンあるんですね。こっちはじゃあその紐もタオル地と？そうですね。はい。これは別の不白と？不白の綿100の生地です。高島さんどっちがいいとかありました？僕選べなかったんですよね。打ち合わせの時。そうでしたよね。これ最後多数決で決めたんでしたっけ？票を取りました。結構僅差でしたよね。多数決。同じぐらいですよね。そうですよね。最後の一押しでこっち。そうですよね。タオル地の紐で。これ丈の長さもまだ変わるんですか？はい、一応、ギリギリまで伸ばせるということで、一応今40センチあるんですが、それが52センチぐらいになります、丈が。丈も、すみません、丈もあれですよね、高島さん的にちょっと短かった感じですよね。僕がつけるとちょっと短い、なんかちょっと女性っぽいじゃないですか、短いやつって、そんな感じしません？そうですね。なんか男の人が短いのってあんまつけてないですよ。確かに。なので勝手にちょっと
伸ばさせてもらいました勝手にではないですよ伸ばしましたね。10センチぐらい。そうですね、12センチ伸ばします、はい、そこがもうギリギリ伸ばせるラインだったので、はい、刺繍ラインです。刺繍も今まで、はい、そうです、はい、これ今結構ファーストなんでちょっとこう分かりにくい太さにはなってるんですけど、はい、製品版はもう少し太めに。そうですね、はい、出来上がる感じですか。これが完成品なんですけど、一番最初に作った試作品はですね、これで丈も短くってポケット真ん中にあって、でロゴはここに入ってて、でこの紐もコットンなんですけど薄い違う生地タイプの生地になってたんですけど、結局タオル地の紐を使うことにして、で丈も長くして、でポケットは1個にして端っこに移動して、でロゴはここに移動してっていう感じに収まりました。それで色が全部で5色ありまして、このグレーとネイビーとカーキベージュとこれはなんて言って、きなりできなりと、あと赤ですの5色を展開しております。今回のこのエプロンなんですけど、受注生産の期間限定の販売になってまして、なのでちょっと注文してから届くまでに1ヶ月ぐらいかかると思うんですけど、今日から販売開始で、注文があった数だけ作って、でおそらく再販とかはしないと思うので、この 1,2 週間の間に買ってくれた人のみ手に入れることができるっていう感じだと思います。今のところ再販するとか、どっか店舗に置いておいて常に販売するとか、そういう話は全く出てなくて、なので今のところ受注生産の期間限定の販売っていう形になってますので、気になったらサイトチェックしてみてください。あと一つ言い忘れちゃったんですけど、今回このエプロンを購入してくれた方に、そうですね、これ去年僕がハワイ島行って撮ってきた写真なんですけど、この同じ写真をポストカードにして1枚プレゼントというか同梱してくれるらしいので、こっちじゃなくてこっちなんですけど、こっちの方がいいかな、こっちだな、こっちです。こっちを1枚プレゼントします。そうそう、あと海外への発送も対応してくれて、でもちょっとね送料が高くなっちゃっているんですが、でも一応地球上どこの国へも発送できるみたいなので、サイト、もし海外に住んでる方で注文したいという方はサイトで確認してみてください。多分注文できると思います。以上かな、それくらいです。ではちょっとパッと見ていただいてどうかなっていうところなんですけど、見た目はこっちの方がそうですよね。思ってたより熱くないかも。僕の嫁さんが一番言ってたのは、やっぱそのタオル地っていうのはマジでいいって言ってましたね。本当ですか？はい。もうそのまま手拭けるから、それはめちゃくちゃいいって言ってて、なんだったらこれの全身のエプロンが欲しいって言ってました。上は不白でここだけタオルになって、で下でこう拭けるような感じだったらめちゃくちゃいいって言ってました。結局巻いちゃうと横にそう見えなくなっちゃうので、こうなっちゃうから、なんか、ポケットの位置がこのままなんだったらここのポケットの下にあってもいいかなっていう話はしてたんですけど、ポケットの位置を変えるならこれが左右に来た時にロゴがここに入っててちょっとおかしくないかなっていうのはあります。ちょっと変かもしれないですね。
あ、いいとそっちはいいと思います。はい。見た目はそっちの方がいいです。なんかさっき結んだ時にもっと空手部としてたらこっちの方がすりやすいんだけど。もっと空手部なんですか。初耳だそれ。いや、空手部です。ちょっと惑わせるのとちゃんとこっちが異素材感があって、女性がつけるとこことここで素材感が違うんで、あ、可愛いなと思って。それ逆に。女性は的に言ったらポリゴンっぽくて可あ愛いなって色も違う。なるほどね。確かにそれはあるわ。惑わせ。僕はこっちの方が好きですね。見た目ですか。はい、見た目が。既製品っぽいですよね。はい。ちょっと若干。うん。確かにな。でもそうですね。そうですね。でもタオル地の紐でやっている、まあ PU 入ってるとはいえ、その同素材でやってるっていう、これはあんまりなんかやっぱ見ない感じがそうですね。まあしますよそれはね、ないですね。いや、こっちがいいと思う。ただ、とりあえずやってみますよ。さあ、こっち。もう第一印象はやっぱこっち。こっち。いろいろ話聞きました。第一印象です。半々ですね。そうですね。こっちはまあ正直どこでもできる可能性はあります。こっちはうちしかできないですよ。はい。畳み込んできましたね。でも天海さんさっきこっちって言いましたね。こっちって言ってたんですけど、まあでもよくよく考えるとシングファブリックスとっていうことであればやっぱこっちの方が、それはそう、今話をしてたやつなんです。